こんにちは、こんばんは、はるです。軽バンを DIY して車中泊仕様、軽キャンを作っている動画になります。これまでの DIY の様子はすべて再生リストにまとめてますので、まだご覧になってない方はぜひチャンネル登録をしてご覧になってください。よろしくお願いします。今回はバックドアの方の上部に収納棚を作っていきます。完成した収納棚がこちらになります。左右の棚に載せる感じで作っています。中には食器類やカセットコンロ、ノートパソコンなどが収納できます。それでは DIY の様子を見ていってください。まずは棚の下の土台部分を作っていきます。左右の棚にバランスよく乗るように長さを合わせて板をカットしました。横幅10センチの板を3枚並べて床板にしていきたいと思います。左右の棚の板が乗る部分は高さが合わないので調整していきます。低い方の棚に高さを合わせるための台を作っていきます。左右の高さは5センチぐらい違いがありました。高さを揃える台がある程度完成したので合わせてみます。設置しました。いい感じにまっすぐになりました。高さは合わせられたので次は板を敷き詰めていきます。こんな感じで10センチの板を3枚敷いて30センチの幅の棚を作ります。次は棚の側面を作っていきます。後ろ側は天井が少し曲線になっているので現物合わせで少しずつ微調整しながら合わせていきます。次は正面の扉の部分を作っていきます。正面の扉の上部も曲線にカットします。カットしたので実際に合わせてみます。扉部分も微調整を繰り返していって作りました。側面の壁も作ったので一旦車両から下ろして針で作ってみることにしました。ある程度形になってきました。天井に当たる部分の曲線もいい感じにカットできました。材料はすべて切り出したので L 字金具で組み立てていきます。正面の扉以外を組み立てました。次に正面の扉に使う木材をくり抜いて真ん中を開けて扉を作っていくということをやっていきます。綺麗にカットすることができました。このカットを失敗するとまた一から作り直しになるのでとても緊張しました。カットした扉部分の縁を合わせてみます。ここも現物合わせで何度も調整しました。とりあえず仮で縁をつけたので扉もつけて雰囲気を見てみます。イメージした通りの雰囲気になりました。次は縁部分を本体の棚に固定してその後扉部分に長板をつけていきます。長板を3つ取り付けました。次に縁部分を本体の棚に固定していきます。今回の上部収納棚を作るときはネジが外にはみ出ないようにするために全ての箇所を L 字金具で固定しました。正面の扉の取り付けができました。収納スペースを何色にするか迷ったので一旦車両に取り付けてみました。中はこんな感じになっています。上部収納が割と重かったので上部収納を乗せる左右の棚に L 字金具を取り付けて補強を行いました。上部収納をまた車両に取り付けました。棚の後ろ部分に鍵をつけて棚が動かないようにしていきます。鍵のスライドボルトは左右の棚に取り付けていきます。左右の高さを合わせる土台と柵をくっつけて、柵も簡単に取り外せれるように左右にスライドボルト、鍵を取り付けました。これで工具なしで上部の棚を簡単に取り外し、取り付けをすることができるようになりました。
とりあえず余っていた取っ手も扉に取り付けてみました。次に、いよいよニス塗りの作業です。扉は白色にして、それ以外はウォールナットに塗っていきます。ニス塗りが完了しました。次に扉部分を白色に塗っていきます。塗り終わりました。乾いたら再度塗っていきます。白色は3回ぐらい重ね塗りをしました。3度塗りが終わりました。綺麗な白色に仕上がっています。ペンキとニスが乾いたので、扉を本体に取り付けていきます。完成した上部収納を取り付けていきます。ということで取り付けも無事終わりました。個人的には白とウォールナットがとても気に入ってます。前回の動画でも言いましたが、僕の車両は床下収納を作っていないので、車内の空間はとても広いのですが、収納スペースは少ないです。収納スペースが増えて今後の車中泊でとても便利になりそうです。スライドボルトで固定しているので、棚の取り外しも簡単に行えます。収納スペースが増えたので、ここに入れれるだけ、また荷物を入れて車中泊などに行きたいと思います。ということで今回は上部収納の DIY の動画でした。今回はこれで動画を終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価ぜひお願いします。次の動画も見てください。